皆さんこんにちは、まなみです。今回の動画では、和歌山県那智勝浦町にある那智の滝としても有名な広尾神社を目指して、熊野古道大門からスタートし、熊野那智大社、青岸渡寺を通って広尾神社までを歩いて巡るルートを紹介させていただきたいと思います。必要な方は字幕をオンにしてご視聴ください。熊野古道は平安時代から続く熊野詣に利用された参詣道の総称で、古来より多くの参拝者たちを受け入れてきました。また、世界でも珍しい道の世界遺産です。中でも聖地那智山へと続くこの大門坂には、かつて通行税を取ったとされる11門関所跡や、当時の姿を色濃く残す約650メートルもの石畳と、両側には杉並木が続いています。参道入り口付近にある夫婦杉は特に大きく、樹齢約800年と言われています。道の途中には一町二町と書かれた石の標識があり、六町まで続きます。かつてはこの坂を登りきった入り口に仁王像を安置する大きな門があったことから、大門坂の名前が付けられたそうで、現在は青岸渡寺に移築されています。さらに進むと、熊野那智大社へと続く参道入り口が見えてきます。大門坂の267段の石段を登り終え、ここからさらに467段の階段が続きます。こちらが熊野那智大社です。これまでの動画でも紹介をさせていただいていますが、熊野那智大社は田辺市の熊野本宮大社、新宮市の熊野速玉大社とともに熊野三山の一つとされ、全国に数千社以上ある熊野神社の総本宮です。こちらも紀伊山地の霊場と参詣道として世界遺産に登録されています。それではこちらで手と口を清めてから最後の階段を上り、雷殿へと向かいます。こちらが熊野那智大社の雷殿です。これまで紹介させていただいた熊野
本宮大社と熊野早玉大社では社殿が分かれており、それぞれのお社の前で参拝をさせていただきましたが、熊野那智大社では御本殿は一般参拝では入ることができない聖域となっているため、こちらの来殿から合わせてお参りをさせていただきます。熊野那智大社のご祭神は、主祭神の熊野伏の大神様、別名イザナミの御事様、巫女早玉の大神様、別名イザナギの御事様、ケツミコの大神様、別名スサノオの御事様です。そしてその他に戸柱の神々が祀られています。熊野本宮大社と熊野早玉大社ではそれぞれ12柱の神々が祀られていましたが、熊野那智大社では那智の滝の神である大名無の御事様を合わせ祀られているため、一柱多いのが特徴的です。来殿のお隣にあるのが宮方彦社です。熊野の神様のお使いである八田烏が祀られており、より良い方向へ導く導きの神様として信仰されています。境内にあるご神木のクスノキは、県指定の天然記念物で、樹齢850年と推定されています。大クスの根元には空洞があり、無病息災を願って、こちらで体内くぐりをすることができます。クスの巨樹の前にある門をくぐると、すぐ目の前に西国巡礼33所の第一番札所としても広く知られている世界遺産青岸都市があります。明治の神仏分離以前は、那智の如意輪堂と呼ばれ、熊野那智大社と一体の神仏集合の霊場でした。こちらの三重塔は平安時代末期に建立されたもので、背後には那智の滝が見えます。それでは階段を降りて広尾神社に向かいます。こちらが熊野那智大社の別宮である広尾神社です。広尾神社では御嶽そのものを大名無の御事様が現れたご神体として祀っており、自然への畏敬の念を起源とする熊野信仰をまさに象徴していると言えます。そのため広尾神社には神様をお祭りする社殿はなく、直接那智の滝に向かってお参りをします。こちらで受付をすると、より近くから
参拝をすることができます。また、こちらの杯を購入し、延命長寿の水とも伝えられている那智の滝の滝壺の水をいただきました。階段を上り、さらに近くまで進みます。こちらの滝は一の滝とも呼ばれており、高さ133メートル、滝の幅は13メートルで、落下する水量は毎秒約1トンとも言われています。この滝の上流の比較的近い場所に二の滝、三の滝と呼ばれる滝があり、一の滝から三の滝までの3つの滝を総称して国の名勝に指定されています。また、日本一の落差を誇る日本三大名瀑の一つでもあります。近くから見ると、落差133メートルの滝の流れは、より迫力を感じられます。今回の動画は以上となりますが、皆さんいかがでしたでしょうか？今回は大門坂から広尾神社まで歩いて巡るルートを紹介させていただきましたが、それぞれ車やバスで近くまで行くこともできますので、ご安心いただければと思います。また、熊野三山の熊野本宮大社と熊野早玉大社に関しましては、以前の動画で紹介しておりますので、合わせてご視聴いただけましたら幸いです。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをぜひよろしくお願いいたします。Thanks for watching my video. Please subscribe to my channel. And if you like it, please thumbs up.